皆さんこんばんは、親かなです。12月も半ばで今年ももう終わりそうですが、皆さんいかがお過ごしですか？年の瀬バタバタする季節かと思いますけど、新しい年に向けてちょっと準備も始まったりとかして、ワクワクする季節もあるのかなと思うところですが、今年もやってまいりました2024年下半期お気に入りを紹介してまいりたいと思います。今日はファッションアイテムからコスメで家電、あと香り、ドラマなどなどいろいろな私のお気に入りを紹介していきたいと思います。じゃあまずはファッションアイテムからいきたいと思います。最初はバッグから。この下半期よく使ったわ、やっぱこの子たちよかったわっていう子たちを紹介していきます。まずはこちら、ザローのバッグです。これ購入品で紹介したので見た人もいるかなと思うんですけど、こちらなんとセンさんが結婚記念日のお祝いに買ってくれましたバッグでございます。私がずっと迷ってたのを横で見ていたセンが、じゃあお祝いにって言って買ってくれました。これの気に入ってるところは、まずこの色、真っ白じゃないこのなんて言うんですか、絶妙カラー、さすがおしゃれですねっていう感じなんだけど、この色がまず好きで、この中がちょっとなんていうんですか、トープみたいな感じの色なのもすごく可愛いで、そしてこの横のシームレスなハンドルのデザイン、さすがです。で、この底の正方形、これトートバッグも正方形の底なんですけど、正方形だから可愛いよねっていうところが結構あって、私の中で。で、この底があることによってやっぱこのバッグがへたりにくいというか、こういう形でバケツみたいな感じになってくれるので、こう中にあるものが見つかりやすいっていうところがありますね。で、この長さ、これ絶妙な長さなんです。この肩にかけてもきつくないし、手でこういう風に持っても長すぎないハンドルの長さ、さすがでございます。もう完璧なんじゃないかなって思っちゃうぐらい。これだけやっぱ入り口が広いとこの内側とかも見えてくるんですけど、この縫い目とかがさ、ここもやっぱすごい綺麗なんですよ。さすがなんですよ。もうありがとうございますっていう感じのお気に入りのバッグです。で、次がこちら、ミュウミュウちゃんでございます。私のインスタをフォローしてくださってる方はこのバッグ何度もフィードで見たんではないでしょうか。 YouTube でもたくさん登場してるバッグなんですけど、大好き。もうこのデザインね、 Y2K 昔のめっちゃ流行ったデザインなんですけど、それが今風にモダンになっております。このポケットもう12345個もあって、私荷物少ないんで、もはやこのポケットだけでことが足りるんじゃないかっていう時があるんですけど、横はこういう風にマグネットになっていて、後ろはマグネットとジップで、前はジップなんですけど、ここね Vlog 用のカメラがちょうど収まるサイズでめちゃくちゃ気持ちいいなっていう。これ中開けると、この中も結構ね物がちょっとなんかゴミが入ってるわ。この中もね結構物が入る容量があるバッグです。ここにジップのポケットがついてて使い勝手もいいし、フォーマルでもカジュアルでもバランスをいろんな意味で取ってくれるバッグだなって思っていて、でバッグ自体も重たくないのでストレスがないですね。この子はもう本当に大好きなバッグです。次がシューズです。シューズは結構迷った。やっぱり私スニーカーが好きなので、サンバのイメージがある人が多いんじゃないかなと思うんですけど、あれはもうさすがになんか言わずともめっちゃ履いてるやんっていうことでいいかなと思って、あえてここでは紹介しなくてもいいかなと思っていて、下半期すごいググッと追い上げてきたのがこちら。これテガのスリッポンっていうの、このなんかかかとがないやつ、これめっちゃいい。これ一番履いてる最近。何を隠そう、快適なんです。もう本当にここに足をピッピッって入れるだけですっごい楽だし、あとデザインも楽な靴っておしゃれなものが少ないなって個人的には感じてるんですけど、可愛いんですよ。あとこのボリューム感、ちょっとモコモコってしてるんですけど、スウェットとかと一緒に履くとすっごいバランスがいいし、デニムと履いてもなんかいい感じだし、絶妙で、しかも履き心地がすっごいいい。こういうスリッポンのやつってこの底のところがすごいなんか硬いっていうかフラットで、底がなんか曲がりづらいみたいなのあると思うんですけど、これはそんなことないです。むちゃくちゃ快適な
靴の中、もう本当に足が喜ぶ快適さでございます。ちょっと雨が降った時とかもなんかこれ生地、防水かちょっと分かりかねるんですけど、勝手に防水風だなと思っていて、雨が降った時とかもよく履いてるし、すごい好き。今一番好きな靴かも。これめっちゃおすすめ。しかもすっごい軽いの。快適シューズを紹介した後に、ちょっとおしゃれ靴、ちゃんとした靴、こちらです。はい、珍しくないですか？私がこんなちゃんとした靴、スニーカーばっか履いてんのにヒールついてるじゃん、どうしたのとか思うかもしれないんですけど、この靴本当に気に入っていて、このブランドがね、いつも間違えちゃうのダーレトっていうシューズブランドなんですけど、めっちゃ可愛いシューズブランドで、最近セレブリティもよく履いていて、ヘイリー・ビーバーとか、あとはブラックピンクのジェニーとかが履いてるんだけど、他のデザインもすっごい可愛いし、これもデザインすっごい可愛いんですけど、何がいいってめっちゃ快適なの。ヒールがさ、こういう風に太いやつが快適っていうイメージみんなあると思うんだけど、それももちろんあると思うんだけど、全体的に快適なんですよ。なんでなんだろうと思ったことがあるんですけど、とにかく快適で、歩きやすいヒール探してるっていう人には本当にちょっとチェックしてみてもらいたいブランドです。ヒールが苦手な方、私も苦手なんですけど、足が痛くなったりとか、こう疲れやすかったりとか、ヒール履いてるといろいろあると思うんですけど、このブランドはもう本当にそういうストレスがすっごい少ないです。次は美容に参りたいと思います。で、美容のセクションの中でも、まずは私の大好きな癒しの時間、お風呂を豊かにしてくれるアイテムです。こちら、はい、ナリンのバスオイルです。これジュニパーなんですけど、本当にいい香りなんです。前にも紹介したことあるんで覚えてる人もいるかもしれませんが、めちゃくちゃいい香りです。すっきりしてて凛としてるんだけど、でも内側からすごい深いところから癒してくれるような香りで、ジュニパーとかユーカリとかサイプレスとかなので、割とウッディ系のすっきりとしたキリッとした感じなんだけど、でも癒しっていう。で、頭の中がモヤモヤしてる時とか、あと体がなんかこう重いというか、なんか滞ってるなみたいな時にすっごいおすすめのアイテムで、ハーブが入ってるバスオイルなので、ジュニパーとか巡り良くしたりとかすっきりしたりとか、ユーカリは筋肉に良かったりとか、いろいろこう効能があるバスオイルではあるんですけれども、私の中ではとにかく香りとこのバスオイルを入れたお風呂に入った後のすっきり感がすっごい良くて、これ推しでございます。これ香りすっきり系なので、男性の方にも喜ばれる香りじゃないかなと思うので、ぜひギフトなどなどおすすめでございます。次はスペシャルスキンケアとしてシートマスク。まずはこちら、もうねおなじみです。この YouTube チャンネルでは何度となく紹介したバイオダンスのマスクでございます。これ韓国でゲットしまして、それ以来虜なんですけれども、本当にツルピカ、これに関しては何回も紹介してるし、そんなに喋んなくてもいいかなとは思ってるんですけど、巷でもすっごい人気だし、白いプルプルのマスクを貼って一晩寝ると透明のマスクになって、肌がツルンピカーンプルルーンみたいな、もう透明感、潤い、爆上がりみたいな感じなんですけど、ほんとスペシャルケアとしてとってもおすすめのマスクでございます。大事な予定がある時、飛行機などなど、めっちゃ乾燥が気になる時、これからね乾燥の季節なので、ぜひチェックしてみてください。次がこちら、私の大好きファミュのシートマスクでございます。で、これシリーズいっぱい出ていて、今回はインナードライのやつ、新しく出たやつ、夏ぐらいだったかなと思うんですけど、これめっちゃいい保湿保水のマスクなんですけど、すっごい潤う、肌がもう潤って透明感すっごい出ちゃうねみたいな感じのシートマスクです。このファミュのシートマスクって保存料とかそういうなんか防腐剤とかが入ってないので、そういう意味でもすごい好きなんですけど、シートもとてもよくできているシートで、ちょっとプルンとしたタイプなんですけど、すごい軽いんですよ。で、フィット感がめっちゃあって、剥がれにくいし、お水をグンと入れてくれるようなシートマスクです。新しくなったので、シートマスクがさらにフィットするようになって、それもすっごいいいなと思ってます。スペシャルケアに
ぜひぜひチェックしてみてください。で、次がコスメに参りたいと思います。上半期すっごいコスメが多すぎになっちゃったな、選べなくてって思ってたので、下半期はちょっと2個だけにしようと思って2個にしたんですけど、でも他にもおすすめいっぱいあるのですが、でもこの2つに関してはぜひ押させてください。まずはこちら、はい、トム・フォードのメイクアップベースね、これすっごい綺麗なの。本当に綺麗なんです。保湿力がすごいしっかりあるベースだなと思っていて、ベースいろいろ試したんですけど、粉っぽくなってきちゃうやつとか、毛穴に溜まってっちゃうやつとか、乾燥してきて崩れ方がすっごい汚いとか、いろんなものを試してきた中で、この方すごいです。本当に毛穴にファンデーションが溜まってこないし、すっごい肌綺麗に見せてくれるし、乾燥もしてこないし、ちょっとこのピンクの薄ピンクの色がすごい透明感を肌の上げてくれるし、 SPF25PA+++ だし、もうすごい綺麗なの。一回試してみてほしい。これ本当にちょっとお高級ではあるんですけれども、とっても綺麗なベースなので、はい、私これに出会ってからこのベースしか使っておりません。めちゃくちゃ良かったベースです。次がこちら、はい、ローラ・メルシェのリップ。これ前にも紹介したんですけど、やっぱこれ良かった。今年色がまず可愛いし、あとテクスチャーがすっごい不思議なんだけどでもいいっていうテクスチャーで、私が好きな色が2色ありまして、まずはこちら、はい、赤なんですけど、これがね520番、こっちがちょっとグレーじゃない、ベージュピンクみたいな香りで、こっちはね結構使ってる668番、こんな感じの色でございます。テクスチャーの話をさっきしたと思うんですけど、セミマットみたいな粉っぽいって言ったら語弊があるんだけど、パウダリーなの。パウダリーだね。粉っぽいって言ったらダメ。パウダリーでさーっていくんだけど、人でも乾燥もしてこないし、ガサガサ唇をこう汚い感じにも見せないし、唇すっごい綺麗、フィット感もすっごいある、でも発色もすごいいいよねっていう不思議なテクスチャーです。ちょっと今までにあんまりなかったようなテクスチャーで、セミマットのリップって滑らかさに欠けるなって思うことがよくあったんですけど、このリップに関しては全然そんなことがないです。こっちが赤でこっちがピンクベージュなんですけど、ちょっとこの青みがある赤、私すごく好きなんですけど、顔をこうパッと明るくして透明感のあるような顔にしてくれるのが赤のすごい素敵なパワーだなと思っていて、あんまり他にメイクしなくても赤いリップするだけですっごいなんかこうちゃんとした感も出るし、カジュアルな格好に赤リップも可愛いし、フォーマルに赤リップも可愛いなと思ってるんですけど、このピンクベージュに関してはすごいこなれた感じの色。ピンクベージュってやっぱ人気の色なので、いっぱいいろんなところから出てると思うんですけど、この色はとっても絶妙な色です。とにかくフィット感、テクスチャーがもう本当に素晴らしい。大好きでしたね、このリップ2024年。ぜひ一回試してみてもらいたいです。他にも色がいっぱいあるので、お好みの色見つかるんじゃないかなと思います。続きましてが香りです。で、香りは私生活の中でもすごい大事にしているパートだったりするんですけれども、やっぱ毎年香水いろんなものが出て、もう選択肢がすっごいいっぱいあるのも選ぶのが難しいなと思うし、あとやっぱ自分の体温とか肌の香りとかそういうものの相性とかも考慮しなきゃいけないものだなと思ってて、さらに選ぶのが難しいなと思うんですけど、今年もいろんな香水を試して嗅いでみて、これがダントツに良かったです。こちら、はい、コスメキッチンから出たプライベートブランドの香りでございます。これセルフリフレクションっていうやつなんだけど、こっちがスプレータイプでこっちがオイルタイプです。とにかく香りが本当にいい。すっごい複雑な香りをしていて、分かった、理解できたって思った次の瞬間には、いやちょっと待って、
あながちそうじゃないかも、もっとすごい複雑だわみたいな感じでどんどん嗅ぎたくなるような、興味をかきたてられるような香りですっごいいい香りです。しかも天然香料 100% だし、アルコールも入ってないから、そういうものが気になる人とかにも使えるアイテムっていうのがすごいいいなと思ってるし、私の中でこのミストはすごい楽に気軽にちょっとこうリフレッシュみたいな感じで使えるものでもあるし、こっちのオイルに関しては自分の体温とこう伴って香り方が変わる、自分の肌になじませる、そういうひと手間みたいなのもなんかすごい落ち着いていいなと思うし、もっと自分の一部になってくれるような感覚があるので、このフレグランスオイルまだ試したことない人はぜひ試してみてもらいたいなと思います。で、私がすっごい好きだったのが、まずはこのトワイライトガーデンっていう香り、これすっごい好きだった。めっちゃいい香り。旅行にも持ってくぐらい本当に好きな香りです。で、オイルの方は私はこのなんて読むのかしら、これノクチュなんちゃらアース、NE っていうやつです。で、これはこう普段私がすごい好きな香りみたいな感じで、ちょっとすっきりめ、男性の方にも使ってもらえるんじゃないかなっていう、いい香りだわ。ちょっと嗅ぎたい。感じです。なんかこうちょっと深い感じの、ちょっとグラウンディングするような落ち着く感じの香り。オイルとこのミストの他にハンドクリームもあって、こう自分がまといたいスタイルで香りをまとえるのもすごいいいなって思います。で、次が美容トリートメント。上半期の時にリジュランとか紹介したと思うんですけど、下半期はソフウェーブすごかった。すごい Vlog で出てきたんで覚えてる人もいるかなと思うんですけど、むちゃくちゃすごかったです。むちゃくちゃ痛かったけど信じられないぐらい。局所麻酔を勧められたんですけど、針の跡が嫌だなと思ってお断りさせていただいて、麻酔なしでゼロで、塗るやつはしたよ。クリーム、正気とか局所とかはせずにやったんですけど、もう本当に信じられない。こんな痛いことあるのっていうぐらい痛かったんですけど、こんなに効果ある施術あるのっていうぐらいむちゃくちゃ良かったです。もう全部に良かった。特にたるみに特化した施術ではあるんですけど、たるみもすごい良かったし、全体的に肌のこう底上げ感がすごく良かったです。何回でも受けたいぐらい、あんなに痛いけど。でもちょっとでも本当に痛かったな。絶対次は局所麻酔してもらおうと思ってるんですけど、またでも絶対受けたいっていう施術です。たるみにいいものを探してるっていう人はぜひ。あと首も打ってくれて、首の効果もすごいあったので、首のこうケアしたいなって、首元気になってるなって人とかにもとてもおすすめの施術でございます。皆さんぜひ麻酔はしていただいて、痛い思いをせずに楽しんでいただけたらなと思います。次は家電です。そんなすごいガジェット女ではないんですけれども、でもこれすごい良かった、みんなちょっと聞いてっていうやつがあるので紹介させてください。まずはこちら。皆さん覚えてますでしょうか。購入品で紹介したこのマウス。普通の私はデスクトップ Mac 使ってるんですけど、Mac のこういうマウス使ってるんですけど、これに関してはこれがこうなる、こういう風に動かすマウスです。肩がやはりこう内側になることによって肩が凝ったりとか首が辛くなったりとかするところもあるっていうことで、これをこうすることによってここを開くっていう、なんかすごいすごいマニアックな話してるんですけど、これですごい肩とかが楽になるよっていうやつです。で、正直買ってすぐ試して好きじゃなかった、使いづらと思ってやっぱこれにすごい慣れてるし、私の場合は動画編集してる時に横にこうスクロールしたいことがいっぱいあるんですよ。 Mac のやつだったらこういう風にするだけで横にスクロールできるんですけど、これはこっちを押しつつここをなんかこう横にコロコロしなきゃいけないんですよ。でこれがすっごいめんどくさいと思って、最初はこのスピード感が必要な動画の編集にあたってとてもやりづらいなと思って、ちょっと違ったと思ってずっと使ってなかったんですけど、いや
訓練しよう自分をと思っていっぱい練習したらすぐ慣れてめちゃくちゃいいです。動画編集する方もおすすめです。めっちゃいい。なんかこの辺やっぱ楽です。あとこの辺とかも疲れにくいです。とてもいいでございます。なんならなんかこのボリューム感があるところも気に入ってきたぐらいなんか愛着が湧いてきてとてもいいでございます。デスクワークが多い方、はい、ぜひおすすめでございます。1点言うのであれば、やはり Mac 使ってる人とかは Mac のマウスのピタッと感、こうなんかピッっていう止まる感じはちょっとかけます、正直。だけど慣れてくるし、そんなに急がなくてもみたいなところがこう好きになってきたら湧いてきて、そういう意味では、はい、ちょっと練習が必要にはなるかと思うんですけど、慣れたら本当にいいマウスでございます。次がちょっと大物です。こちら、はい、ダイソンの掃除機。すごいこれめっちゃ好き。ずっと掃除機はダイソン派だったんですけど、これフラッフィーっていうやつのシリーズって言ったらいいんですか、商品って言ったらいいんですか、なんですけど、このヘッドのところにちょっとふわふわしたのがついていて、より掃除できるよっていうやつで、私ちょっと古い型を使っていたのでやっぱぐんとアップグレードされまして、とてもいいんですけど軽くなったし、何がすごいってここについてるライトで床にあるホコリが見えるの。すっごいショッキング。綺麗にしたつもりが全然だったらこんなにすぐホコリってたまるのみたいな。ちょっとお掃除サボってたところとか光当たると結構ホラーでやばいんですけど、でも掃除がすごい楽しくなる、達成感もすごいあるし、あと目にやっぱ見えるのでこうちゃんと狙えるし、掃除しなきゃいけないところすごいいいでございます。めちゃ好き、この掃除機。この掃除機になってからもっと掃除が楽しくなりました。続きましてがドラマです。私も本当にストリーミングサービスでドラマというかテレビ番組、リアリティショーとかドキュメンタリーも好きなんですけど、見るのが本当に幸せで、今何してる時が一番幸せですかって聞かれたら、もうワイン飲みながらポテトチップス食べてストリーミングサービスでショーを見てる時って本当に、はい、自信を持って答えたくなるほど見るのが好きなんですけど、すごい見てるし、みんなにおすすめしたい番組いっぱいあるのですが、今日はその中から2つ紹介していきます。まずはザ・ディプロマット。こちらネットフリックスで見れる番組なんですけれども、外交官のお話で、もう政治の話なんですけど、なんかね、いろんな要素が複雑に入っていて、その夫婦の関係性だとか、その政治のこのやり取りとか、あとはそれぞれのエゴとか、すごく複雑ななんか見るのが難しいってことじゃなくて、なんかいろんなエレメントが入っていて興味深くて複雑な面白い番組だなと思っています。最近シーズン2が出てもうとっくに見終わったんですけど、面白い、本当に面白い。人間ドラマがその政治の枠組みの中で行われていくっていうのがとても興味深い内容になっていまして、私の中ではファッションも結構素敵な要素だなと思ってるんですけど、特に主人公のスーツとかすごい可愛いなと思うし、なんか色味とかもすごいいいなと思うし、ビジュアルもとても綺麗な、私の中でね、なんかすごいシンプルで綺麗な感じのドラマだなって、見てて面白いな、次も早く出ないかなっていう感じのドラマです。次がザ・モーニングショー。こちら Apple TV で見れます。だいぶ前に見た番組ではあるんですけど、ドラマなんですけど話題作だったし、 Apple の中のすごい推してる番組だったので見たんですけど、なんて言ったらいいのかしら。さっきもネタバレしたくないなと思ってあんまりいろいろ話せないなと思ってたんですけど、長く続いているニュース番組の中で起きる不祥事、それとそれぞれがどう向き合っていくか、女性の権利、男性の立場とか、いろんなこう難しい問題が複雑に絡み合っていて、その間違いを起こしてしまったけど、でもみんな間違いも起こすし、でも人間だしその人にも感情があってとか、でもこれはやっぱり許せないとか、なんかいろんな角度で自分の気持ちをこう揺さぶられるような
番組です。カジュアルでライトなところはカジュアルでライトで面白いし、でも真剣なところはすごい真剣でいろいろ考えさせられるし、キャストもすごい有名な方がたくさん出てるので、見たことあるって人もいっぱい出てるから、そういう意味でも見てて楽しいんじゃないかなと思うし、すごくね面白い番組でした。もし Apple TV 入ってる方はぜひ見てみてください。はい、こちらで2024年下半期のお気に入り以上となります。今日もすごいバーって喋ったし、アイテム数も多かったんで結構駆け足でいってる部分とかもあったりしたんですけど、でもとっても楽しかったです。今日のビデオなんだか最近前みたいにいろいろ考えすぎずに喋れなくなってきちゃってるんじゃないかなってちょっと心配になるというか不安になるというかところが自分の中であったんですけど、今日はやっぱり自分の好きなものだったので自信を持っておすすめできるっていうのもあるし、あとは喋りたいこともいっぱいあるし、いろんなね捉え方考え方が世の中にあって、それも考えすぎちゃうことがあったりとかするんですけど、でも自分の純粋な好きっていう気に入ってるっていう気持ちはそれはそれでピュアなものでもあるし、それが届いたらいいなっていう気持ちで今日は楽しくYouTube を撮れた気がしています。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。いつも通り概要欄のところにリンクできるだけ貼ってあるので、もし気になるものがあった方はぜひそちらをチェックしてください。それでは次のビデオまで。またね。